今回の産業まとめ。与党政治家で感染続出。接触者がとにかく多い。国会も2日間停止へ。韓国では新型コロナウイルス感染がある程度に抑えられ続けていますが、各地でクラスターが発生し、気を許すことのできない状況が続いています。韓国では共に民主党のソウル市市議会議員が感染。この議員と接触のあった与党関係者が次々と陽性判定を受けているということです。与党共に民主党によると、このソウル市議会議員と接触したソン・ヨンギル代表補佐官が市議会議員の感染の一報を耳にして念のために検査を行ったようです。本人は陰性だったものの、補佐官一人が陽性判定を受けたことが判明。さらに国会議員のアン・グベク氏が陽性判定を受け、隔離されています。タン議員と接触のあった与党関係者は非常に多く、スーパースプレッダーとなる恐れもあります。今のところアン議員の議員補佐官2人も陽性判定を受け、この2日間で4人が陽性判定を受けています。与党はこの日の予定をすべてキャンセルしていますが、今後の感染状況によっては政治の空白期間が生まれることも懸念されています。タン議員は国会や与党内の様々な集会への出席、ニュース番組にも多数出演していたことが分かっています。また、大統領候補であるチョン・セギュン元首相とも接触し、チョン氏も検査を受け、現在自宅待機中だとされています。これまでのところ、多くの接触者が陰性判定を受けていますが、国会は2日間閉鎖されることが決まっています。編集所官。今回の概要。韓国の近況。韓国メディア vs 政治家。マスクは外したくないの？韓国はここのところ500人前後の新規陽性者と、多少の上下はありますが、数値的には落ち着いている状況。その割にいつもバタバタしてるけど、ちょっと過敏すぎるように感じますが、それが韓国流ね。別によそ様はよそ様で好きにやればいい。ワクチン接種も1回目を約 20% が接種し、完了している人も約 5% を超えるなどそこそこ順調に進んでいるようです。一時期はワクチンがどうなることかと思いましたが、なんとか滞りなく供給を受けられるようですね。ワクチン接種に関しては1回目接種が多少日本より進んでいるようですが、その他は大差はないです。そんな韓国ですが、最近では政治家の会合で貿易ガイドライン違反が相次いでいて、怪しい雰囲気になってきています。ちょっとメディアがイチャモンをつけている感もありますけれども突っ込まれる方も突っ込まれる方。問題はこういったことが与党関係者の間で多いということですね。ぶっちゃけ感染しなければいいとは思うけど、韓国メディアもこういうのはひたすら厳しいですね。横一列に3人以上並んだらダメとか、5人以上の会合は禁止などとあるようです。横一列もあるんだ。どうせ横向くでしょ。そうした追及に対し、時間がずれていたり、お会計が別だったから会合ではないなんて言い訳をしているようですけどね。なんだこれ。どうせこういうことになるんだから同じ店に行かなければとか思いますが、後付けの言い訳なので変な感じなのでしょう。変に追及しまくるメディアもメディアですが、苦しい言い逃れをする政治家も政治家。韓国でも開き直ったら袋叩きに遭うんでしょうかね。まあ、こういうメディアリスクを考えれば最初から会合するなってことだけど、韓国は罰則もありますからね。だから言い訳するんですね。それでこういう場合はどうなるんだろう。見せしめに処罰するのかな。今回の報道を見ていると、日本も同じかもしれませんけど、韓国の国会議員はひたすら多くの人と接触していますね。どういうことってくらい。こんなのだったら議員こそ行動を控えるか、優先的にワクチン接種したらと思いますが、議員優先なんてけしからんという声でもあるのでしょうか。今のところちょっとした感染拡大ですけど、政権与党が何をやっているのかといったような報道となっています。そういうのはどこも同じ。韓国政府は社会的距離の警戒レベルを当面というか今月いっぱいは緩和せず、ワクチン接種の状況によって段階的に緩和していくとしていますね。ワクチン接種が進んでいる国がやっているのと同じようにということのようです。韓国もそれに倣って、接種完了者はマスクをしなくてもいいとしていくようです。その、米韓首脳会談ではマスクを外していたムン・ジェイン大統領ですが、今も相変わらずマスクはつけっぱなしです。実際問題、これが現実ではないかなと思いますね。
本当に嫌だったと思うし、最近米国で感染していなかったことが分かってほっとしてると思う。米韓首脳会談以外では必ずマスクしていたし、今だってそう。なので制限が緩和されたらムン・ジェイン大統領もバイデン大統領のように堂々とマスクを外すんでしょうか。そこはちょっと注目です。アピールのために外すんでしょうけど、本人は内心嫌だと思ってるんじゃないかな。別に外したい人はどうぞと言って、自分はつけててもいいと思うけど、どちらにせよ立場的にどうなのという疑問は出てくると思うし。ともあれ、韓国は国会が2日間お休みとなるわけです。検査して結果が出るのを待ってから今後を決めるということでしょうね。これで新たな陽性者が大量に出なければこれも一件落着ということになるようです。どうなんだろう。国会関係者全員検査してるのかな。お休みなんだし、それくらいしてもいいと思いますね。ほら、韓国も中国みたいに検査しまくってなんぼみたいなところありますから。2日間、中央ではほとんどの日程が停止してしまうわけですが、それほど多くの混乱はないんじゃないかと思いますね。まあ、韓国軍の各種セクハラ問題やクアンジュの建物崩壊事故問題もありますけどね。別に国会議員が集まってあれこれやらなくても進むか。現時点で陽性確定者が次々増え28人。規模の大きな集団感染となっています。うわ、これは、クラスターだね。確定者が増えて大変になってきたようだね。そうなんだ。でもメディア的にはクラスターとか集団感染になった方が盛り上がるよね。盛り上がるけど現場はとても大変だね。さっきも書いたけど、いっそのこと全員検査すればいいのに、接触者とか中途半端なことせずに。中国みたいだね。中国は何百万人ってするんでしょ？もともと政府のせいで広めたから、再拡大すると政府の責任になるのを極度に恐れているよね。大変だよね。お金もかかるし。感染拡大した場合の方がコストが計り知れないんじゃない？中国の場合は。日本も同じ？だったら日本も検査しまくればいいんじゃないの？いやいや、中国はやっぱり政治リスクっていうのが数値化するととてつもなく高額になるから、それと比べると安いもんなんでしょ。でもなんだかんだで中国も拡大してないんだね。グラフを見ると日本と似た傾向があるけど、この1ヶ月で増えたのは台湾の分なんだよね。それを除けば抑えられてるね。あ、韓国無視されてるね。韓国はずっと増えないんだね。ただ全体の山は小さいけど、増減の形は日本に似てるんだよね。というか世界中大体一緒なんだけどね。ワクチン接種が進んでいない国は。あ、そうなの？なんか日本だけ年末とかこの春先に増えたみたいな気がしてたけどそうでもないんだね。メディアがあまり海外事情を報じなくなったからそういう錯覚をしてるだけ。政府の対策云々もあるかもだけど、世界中似たような傾向だよ。ほら、さっき出たけど、台湾とかは急拡大なんでしょ？あとはシンガポールやベトナムなんかもここに来て急拡大してるね。あ、今日はこの辺りで終わりにするね。なんで？自分のコーナーの話が長くなりそうだから。そういうのあるんだ。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。数年前にカメラを買ったんだ。コンパクトじゃなくてちゃんとしたカメラ。なんて言うんだろう。デジタルカメラの一眼レフっていうの？一眼レフじゃないよ。鏡ついてないからミラーレス。あ、そうなの？とにかくカメラのレンズを取り替えられるんだよ。望遠レンズも持ってるよ。望遠結局持ってるんだ。広角も持ってるよね。狭い室内で撮るとき広角は絶対必要だ。ところで、写真好きでもないのに、なんで買ったのかって？これには悲しいストーリーがあるんだよ。仕事以外では使ってないよね。そう。仕事オンリー。以前お仕事でね、大事な撮影を任されたの。このカメラで撮ってきてって言われて持たされたのは、なんかほら、パパラッチっていうの？あんな人たちが持っていそうなすごく大きなカメラ。カメラの上にピカって光る、大きなフラッシュもついてて、とっても重かったよ。ニコンの D500 だっけ？それこそ一眼レフのフルサイズだよね。ボートだからここ押すだけって教わったよ。それで、
当日その大きなカメラを持って電車に乗って撮影現場に向かったんだ。重いなぁと思いながらも、すごいカメラで写真撮ってる私ってカメラマンみたいじゃん。って思いながらパシャパシャシャッターを切ってたよ。それで液晶画面にね、撮影した画像が映し出されるんだけど、アップにして確認してる暇はなかったの。というかアップにする方法とか知らなかったし。家で練習しなよ。撮影も含めて。なんかね、ちょっと気になってはいたんだ。大丈夫これ？ピント合ってないんじゃないって。ちょっとぼやけてるように見えたから。でもほら、オートだからシャッターボタンを押すだけって言われたし、液晶画面小さいし、それほど気にしてなかったの。それで帰ってからね、パソコンにつなげて画像を取り出してみたら、もう頭の中が真っ白になったよ。また頭の中が真っ白に？だって、全部ぼやけてるんだもん。オートって一体何だったの？これカメラに詳しい人ならわかると思いますけど、まずは構え方。肘を固定しないとシャッターを押すときに手ぶれする。次にシャッタースピード。室内だったんだよね。室内ですごく暗かった。だったらなおさらブレやすいよ。オートだと明るさによってシャッタースピードを遅くするから。なんでそんなに詳しいの？フォトショップでレタッチしたことある人なら知ってるよ。露出とシャッタースピードと ISO くらいは。へえ、そんなわけで、全部カメラのせいにしてマイカメラを買ったんだよ。カメラ買うときゆるりんにも相談したよね。オリンパスのミラーレス。小さいモデルにしたね。重くないやつ。それでぼやけた写真しか撮れなかったときはね、近くで別の人も撮影してて、知ってる人だったから恥を忍んで、助けてください。全部ぼやけてしまいましたって連絡したんだ。そしたらその人が撮った写真を全部共有してくれて、なんとかなったよ。白雪さんいらなかったんじゃ？その時はそうかも。それでその人のカメラもね、一眼レフだったんだけど、コンパクトでとっても軽そうだった。それなのにすっごく綺麗な写真が撮れてたの。あんなのが欲しいって思ったんだ。そういう背景があったんだ。今持ってるカメラは大活躍してるよ。重要な撮影も任されたりするんだ。写真はまだいまいちだよね。うるさいな。